どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽は立ち上げていますか？自分は最近全然立ち上げておらず、なかなか動画でも紹介できていませんでした。実は結構前に多くの水槽をリセットしており、現在は空になっている水槽がめっちゃあるんです。ただ、動画投稿のモチベーション低下の時期がその時に重なってたりすることによって、どうにかこうにか動画投稿ペースを維持していたら、未だに全然新しい水槽が立ち上げられていないという悪循環に陥っていました。というわけで今回は、ようやく体勢が立て直せてきたような感じがするので、久しぶりに水槽を立ち上げていきたいと思います。個人的にはめちゃくちゃ初の試みで、コンセプト的にも面白くなるかなと感じている水槽なので、期待しすぎない程度に期待してやってください。それでは早速やっていくんですが、まずは購入してきたチャーム瓶を開封していきたいと思います。実は今回の水槽、初めて使用する石をレイアウトに使おうと思っているので、石を新たに購入してきたんですよね。正直レイアウト素材は腐るほど持っており、未だにベランダの大部分を100キロ以上の石と流木が占領しているんですが、この後に及んで石を追加するという愚行。まあ持ってない石だから仕方ないですよね。ちなみに今回は潔く石のみ購入してきました。その重量合計12キロ。ヤマトのおじさん本当にごめんなさい。でもやめられないんです。後ろから刺すのだけは勘弁してください。というわけで今回レイアウトに使っていく石はこちら。黒剣石。価格は1箱3295円。こちらは上畑から販売されている45から75センチ水槽に使える石のセットです。いわゆる石ガチャ的な要素があるセットで、個人的にはすごくおすすめなレイアウトセットになっています。チャームで手軽に購入できるのもいいですし、ショップでも取り扱われていることが多いので入手性も抜群。いろんな種類の石が売られていてバリエーション豊富なところもいいですね。ちなみに今回は30センチキューブ水槽に使用するので、これ一つで十分。なんですが、石なんてなんぼあってもええんで、今回は2セット購入してます。合計12キロの石ということで、これ2つ全部30センチキューブに入れたら、それだけで水槽内が埋まってしまうレベルです。まあ全部は入れないし、そもそも1セット使い切ることもないと思います。それでも2セット買っておかないと不安でしょうがないんですよね。水槽立ち上げの気力があるときにいい素材がなくて手が止まってまた延期とかなるとシャレになれませんから。あと2つでチャームの送料無料ラインである6000円を超えてくれるのもでかいです。ちなみにこちらの上畑のレイアウトセット石、どの種類の石も一律2870円でチャームで売られていた気がしたんですが、地味に1割値段が上がってます。これはもう仕方ないですね。ていうかこれ1セットで60センチ水槽のレイアウトが完成できることを考えると、すごい良心的な価格設定です。アクアリウムに限った話ではありませんが、値上げが日常の昨今、企業が頑張ってくれているのをひしひしと感じます。それでは商品の紹介も終わったので、早速開封していきたいと思います。今回の石ガチャはどうでしょうか？この開封するときは何回やってもワクワクしますね。正直石ガチャでめちゃくちゃ当たりだったって喜んだ記憶ほとんどないんですけど、やっぱりまたチャレンジしちゃうんです。これも人間の差がですね。というわけで開けてみると、一つ一つ丁寧に紙にくるまれた石が出てきました。上畑のはちゃんとこうやって梱包してるからすごいです。最初に出てきたのはこちら、小サイズの石ですね。なんというか写真で見るよりテッカテカです。作り物なんじゃないかと思うレベルのテカテカ感に若干びっくりしてます。もう一つの石も開けてみましょう。こちらも光沢があり、全体的に尖った感じはなく四角っぽい面が多いです。光沢があるところから見るに結構固めの石なんでしょうね。
掘削した時に真横にピシッと割れるからなのか、気鉱石のようなゴツゴツ感は全く感じられません。石も全体的に細長いやつとかもあまりなく、石の塊のよう。この石の特徴は何といっても、この真っ黒な色をベースにサシのように何層にも重なっている白い線です。地層みたいでとてもかっこよく、個人的には結構好きなタイプの石です。今回の水槽のコンセプトには白と黒が必要不可欠なので、その2種類の色をしっかり出してくれているこの石は唯一無二なんです。というわけで、そんなこんな言いつつ1箱目を開け終えるんですが、肝心の親石サイズの大石を見てみましょう。それがこちら。なんか今まで見てきた石の中でダントツでサシが入りまくってますね。あまりにも入りすぎてて、先ほどお話しした光沢がなくなってます。白い地層部分は結構ザラザラしてるので、手触りが全然違いますね。こういう木をてらった形の石がない種類は親石にもあまり外れがなくていい。とりあえず段ボールに貼り付けてあった見本のようなレイアウトはできそうな感じします。というわけで1箱目は割といい感じの石がしっかりと入っていました。続いては2箱目いってみます。編集中に気づきましたが、このカッターの刃汚いですね。そろそろ折った方が良さそう。まず最初に出てきたのはこちらの石。めっちゃ細長い。さっき木をてらった形がないって言ったばかりなのに、早々にてらってる形出てきました。これは使いづらそう。続いて出てきたのはそこまででもないですね。まあ小さいからそんなに個性がある感じはしません。3つ目はこんな感じで、サシはそんなに入っていないんですが、なんというかコスモを感じる柄になってます。白い点々が至るところについているため、こちらも光沢感があまりなく、他の黒鍵石よりもマットな印象です。その他の石は標準的黒鍵石といった感じで、ツヤツヤな黒と平らな断面、白いサシが適度に入っています。中サイズの石もいい感じのが揃ってますね。正直30センチキューブ水槽には親石サイズのものはでかすぎるんで、使うとすれば小サイズと中サイズだけになると思います。なので中サイズの石のかっこよさは結構大事。ちなみにこの上畑レイアウト石セットのいいところは、なんといっても大中小の石がバランスよく入っているところですね。通常の石ガチャはキロ単価で販売されている関係上、大きさが偏ったりすることがあるんです。でかい石しかないこともあれば、小さい石ばかりのこともあるので、ガチャ運が試される仕様になっています。しかしこちらの上畑レイアウトセットであれば、少なくとも親石に使えるサイズの石が一つは入っているので、これだけでレイアウトを組みたいという人にはうってつけの商品です。そして最後の中サイズの石はこんな感じ。ちょっと縦長ですが、角度によって全然表情が違うのでいいかもしれません。大サイズはこちら。先ほどの箱のものと一緒でなんかマットですね。大きい分地層が多いんでしょうか。この面は明らかにザラザラしてて他の石のようです。というわけで、今回使用する石をしっかり開封していったところでレイアウト作成に入っていきたいと思います。まとめるとこんな感じで、使えそうな石が大量にあるためレイアウト作成には困らなそうです。流行る気持ちを抑えられなくて、いきなり軽石ネットを水槽の中に置き、そこでレイアウトをしようと考えています。しかし結局これは難しいと悟ったため、最近よく使う自作仮組セットを準備しました。こんな感じで学生時代からずっと使っている溶岩砂を敷くことで疑似水槽を作ることができます。ちゃんと砂の漏れ対策もしているので、室内でやってもそこまで散らかりません。全く散らからないとは言ってません。そんなこんなして溶岩砂も入れていったので、早速レイアウトしていきます。今回は諸事情により結構傾斜をつけたいのと、傾斜をできるだけ残しておきたいのでまばらに配置していきます。いろいろ試行錯誤していますが、この石はしっかりと白い線が出ているので、この地層を合わせるのが必須となってて大変です。それでもなんとなくできました。
というわけで、ようやくレイアウトも完成したので提唱を作っていきます。まずは先ほど置いていたように軽石ネットを2つ用意。そこの上に余っていたアマゾニアノーマルを入れていきます。斜めに傾斜をつけ、できるだけ完成時の提唱と角度を一緒にするように気をつけました。この時はいつものように手で慣らしておきます。続いてはその上に最近全然使ってなかったバクター100を振りかけます。あまり使ってないので規定量より大量にドバドバ使います。ADA のレイアウト動画ではバクター100とかクリアスーパーとか大富豪のようにドバドバ振りかけてますよね。一般庶民からしたら立ち上げるたびにあんなにふんだんには使えません。絶対必要量の数十倍くらい入れてます。一応クリアスーパーも入れときました。振りかけを振り終えたら、続いてはプラチナソイルのパウダーを入れていきます。その後、その上にスーパーパウダーを振りかけたんですが、カメラのピントが荒ぶりすぎて全く映像に残せていません。とりあえず完成した提唱がこちら。えぐい傾斜がついてますね。これから先ほどの仮組をそのまま移動させるわけですが、仮組時はこんな感じにレイアウトしてました。このセットを隣に置きつつ、ほぼ同じ場所、同じ向きに配置していきます。移動させたのがこちら。仮組セットと同じ感じに配置できたのではないでしょうか。この作業が結構緊張します。せっかく仮組でバチッとレイアウト完成させてても、この移動作業で雰囲気変えてしまったら台無しですからね。そんな感じで無事に提唱作りとレイアウトが完成しました。映像では小さなハケで鳴らしてます。次回はここに超貴重な水草を植栽し、誰もやったことがないコンセプトのレイアウトを作っていきますので楽しみにしていてください。